自力を別次元にあるエネルギーに委ねると、望み通りのことが自然と起きます。起こそうとしなくても、起こるが起きるのです。右脳で生きていると、様々なことが自然とつながり合い、起こるが起きるのです。そのため生きることがとてつもなく楽になるという、ネドジュンさんのお話をご紹介します。自力とは、多くの方が人にお願いするのが苦手で、自分が頑張らなくちゃ、自分で何とかしなくちゃと思いがちだと思います。自力で解決するという考え方は、左脳的な思考です。だから自力を手放し、なるようになるという姿勢で生きることは、人生を楽にしたり、望みを叶えたりするコツの一つです。私は以前、私の大きな無意識に、自力って何ですかと聞いてみたことがあります。するとこんな答えが返ってきました。自力とは、自分が生命であると信じない部分。それってどういう意味なのでしょう。これを理解するのに役立ったのが、ウェイン・ダイヤーさんが書いた思い通りに生きる人の引き寄せの法則という本でした。この本の中でダイヤーさんは、自力ではなく宇宙の意志の力というか、何か不思議な力が望みを叶えてくれるものと語っています。宇宙の意志なんて言うと驚くかもしれません。私はこの本を読み、自分が生命であると信じない部分とは、宇宙の意志を信じない部分だと解釈しました。宇宙の意志の力とは、ないだ水のように、世界のすべてを満たしているたった一つの精神。すべての中に染み通る源泉。エネルギーの場とダイヤーさんは言っています。想像してみてください。鳥も蝶も草木も蛇も私もあなたもあの人もすべての生き物がみんな一緒に静かな水の中を気持ちよく漂っています。その水が宇宙の意志の力であり、それはすなわちたった一つの精神であり、すべての中に染み通る源泉であり、エネルギーの場であるというのです。そして宇宙の意志の力はみんなに与えられ、まるで地球を覆っている海の水のように、互いにつながっているというわけです。ただし、唯一つながっていないものがあります。それがエゴ、つまり自我です。エゴという言葉は正確な解釈が難しいので、私は左脳ベースの自己と呼んでいます。左脳ベースの自己は人間社会を生き抜くために自力で物事を何とかしようとします。現代人はそれを当然と思っている人が少なくありません。しかし自力でやろうとすればするほど、宇宙の意志の力はあなたに届かなくなってしまうのです。ここから切り離されてしまうと、望むものを自然と引き寄せることができなくなってしまいます。自然と起こるが起こらないのです。なぜ自力じゃなきゃいけないと信じているの？私は右脳シフトする前に、なぜ自分が自力にとらわれているのか徹底的に考えてみたことがあります。私が自力にとらわれていたのは、商店街を営んでいた家庭の事情によって親に迷惑をかけたくないという思いからでした。親が自分の望みを聞いてくれさえいればと、親に原因を求めたくなった時もあります。しかし私の両親にも私をそう育てざるを得なかった事情があり、祖父母にもそのまた祖父母にも延々とつながるご先祖様にも様々な事情があったはずです。
当時の社会情勢や文化の影響も無視できません。私につながるすべての物事をひっくるめて、私という存在が今ここにいるのです。このことに気づいたとき、私はこの問題についての結論を得ました。それは、わからないということです。どこまでも続く過去のご先祖様をたどっていったところで、今ここにいる私に起こっていることの本質的な理由は誰にもわからないんです。わかりませんに到達したら起きるが起きた。私にはわかりません。わからないからお任せしますという境地に達すると、自分の内面や人生においてぐちゃぐちゃしていることを無理に修正しようとは思わなくなりました。自力で頑張ろう。無理にでも前に進んでいこう。未来を切り開いていこう。これらをすべて手放せたんです。すると不思議なことが起こりました。自分では何もわからない空白のままでいると、私の中で不思議なエネルギーが満ち溢れてきたのです。これか、と思いました。私は宇宙の意志の力、すべての中に染み通る源泉と共にあることを体感したんです。自力とは別次元にあるエネルギーに委ねると、望み通りのことが自然と起きます。起こそうとしなくても、起こるが起きるのです。これはすなわち、右脳で生きている結果でもあります。右脳で生きていると、様々なことが自然とつながり合い、起こるが起きるのです。そのため生きることがとてつもなく楽になります。自力を手放すために、やはり自動思考を減らすことが必要になってくると思います。それに加えて、どうして自分は自力にこだわっているのか、その原因を探ってみてほしいと思います。私がこう考える原因はこうだ。その原因はこうだ。さらにその原因はこうだ。という具合に追ってみましょう。掘り下げていった先に、自分にはわからないという地点に到達するはずです。その時が自力を手放せる時なのです。私にはわかりません。だからよろしくお願いします。というスタンスになれるのです。